その分量はね、だいたいね、1対1対10。ホワイトソースって冷凍できるんで、ね、ホワイトソースに色が移ってしまうんで。はい、今日は、グラタンね、カニと、ホタテと使って、グラタン作っていこうかと思いますと。でね、最初にね、材料、これ切っちゃいますね。これはホタテですね。ホタテはね、包丁使わずとも手で裂くと結構ね、粗さが出てね、食感あって美味しいんで、ホタテはまず手でちぎってしまって、あとね、これカニはズワイガニとかのね、これほぐし身が売ってると思うんで、これね、適当に用意してって形ですかね。で、あとマッシュルームね。これはね、適当な大きさに切ってって感じですかね。こうやってね、スライスしてもいいし、ザクザク切ってもいいんじゃないかなと。多少ね、ボリューム出して。必要ならここにね、マカロニとか玉ねぎとか入れてあげればいいんではないかと思うんですけど、今回はね、ちょっとシンプルに、ホタテとカニとマッシュルームだけで作りたいと思います。具材切ったら先にね、ホワイトソースから作っちゃいますよ。で、まずね、バター入れて火かけてバター溶かしますと。で、バターは強火だと焦げるんで、弱火でゆっくり溶かしてあげてくださいと。バター溶けたらそこに小麦粉加えますと。で、小麦粉加えたら木べらでね、こんな感じでよく混ぜてくださいと。これね、小麦粉とバターと牛乳でホワイトソースって作るんですけど、その分量はね、だいたいね、1対1対10って言われてて、これね、概要欄に貼っとくんで、詳しく知りたい方は概要欄確認してください。で、当然ね、この時強火でやると焦げるんで、焦がさないようにね、弱火でよく混ぜながら、こんな感じで火入れてってください。でね、こんな感じで小麦とバター十分にね、まとまったら、ここに牛乳加えていきますよ。牛乳はね、一度に加えずにちょっとずつ加えていくと、ソースがダマになりませんよと。なんでちょっとずつね、こんな感じで入れてってほしいんですけど、この時にね、牛乳入れるとどうしても温度が下がるんで、若干ね、火力は上げてあげて、で、牛乳加えてってくださいと。で、ちょっと入れて、なんていうのかな、牛乳が、このソースに馴染んだら、また牛乳加えてって感じですね。こんな感じでどんどんまとまっていくんで、そしたらまた牛乳加えてくださいと。でもこれを繰り返していく感じですね。これなんで急にグラタンなんて作ってるのかっていうと、これね、グラタンってね、よくね、僕はね、お店の端材で作ってたんですよ、まかないで。イカのゲソとか、あとはね、白身魚とかどうしても余りが出るじゃないですか。でその余りを使って作ってて、意外とね、グラタンとか作ると人に喜ばれることが多かったんで、今回ね、紹介してみようかなということで、グラタン作ってます。でね、ある程度ね、このソースが緩くなってきたら、加える牛乳の量をね、増やしていっても、しっかりダマにならずに溶け込みますんで、その辺はね、加減で作ってくださいと。で、このホワイトソースって冷凍できるんで、だからね、一度に多めに作って冷凍しておくと結構便利だったりしますかね。で、こんな感じでね、程よい硬さになったら、ここにね、塩ね、1つまみか2つまみ程度加えて、で、味整えますよと。僕なんかはここにコンソメを少しだけ入れて、味決めちゃいますね。人によってはね、このソースにね、粉チーズ入れたりする人もいるんですけど、好みで味がね決まったら、ホワイトソース完成ですんで、そしたら火から下ろしますよと。具材炒めていきますと。オリーブオイルね敷いてあげて、先ほどの具材炒めていきます。マカロニとか入れる場合はね、もうあらかじめ茹でて戻しといて、この段階でね、マカロニ入れてあげるといいんじゃないかなと。炒める時にここでね、この具材に、塩と
胡椒ね、塩と胡椒で、下味付けてあげてください。このね、炒めてる時にね、具材焦がすと、最後ホワイトソースと合わせた時にホワイトソースに色が移ってしまうんで、これなるべく焦がさないようにね、炒めてあげてください。ある程度火が通ったら、ここに白ワインね、白ワイン、まあ一回しか二回しか、加えて、で、また炒めていきます。ある程度煮詰まったら、これね、最後、ローズマリー少し加えて、で火を止めます。火を止めたら、これね、さっき作ったホワイトソースを、まあ、適量ね入れてあげて、具材とソースを合わせますと。まあこんな感じでね、適量入れたら、またね弱火にかけてあげて、でここで、具材とソースを、合わせますよと。ホワイトソースってね、まあ冷めると硬くなるんで、まあ、だからこう最後ね火にかけて、でまあさっきのねワインだとかの煮汁と合わせてあげるってイメージですね。まあ十分合わさったら、火を止めますと。でね、まあこっちの余ったホワイトソースはこれね小分けにして冷凍しとけばまた使えますよと。で、まあここまで来たらあとは、耐熱皿に入れて焼くだけって感じですね。まあこんな感じでね器に入れてあげて、でね、もしねこの段階でねちょっとホワイトソース硬いなって思ったら、火にかけてるうちに牛乳足せばね硬さは調節できますんで、まあ、そこはね各自調整してくださいと。こっから先はねあと、まあ、比較的多分好みで変わってくると思うんですけど、僕の場合はねパルメザンチーズね、粉チーズ、粉チーズ振ってあげて、まあ人によってはこことろけるチーズ使った方が好きって人もいるだろうし、フライドオニオンね、フライドオニオンちょっと加えてあげて、まあ、最後パン粉をちょっと加えて、でこのままオーブンに入れますと。でまあオーブンの温度は、まあ、200度とか230度とかでしっかり焼き色がつくまでね焼いてあげればいいんではないかなと。まあオーブンなかったらね魚焼きのね上火のグリルとかでも焼けますんで、その辺は各自ね調整してくださいと。はい、そしたら焼いていきます。はい、で、まあ、今回は、230度のオーブンで15分ぐらい焼いたんですけど、こんな感じでね焼き色ついたら、グラタン完成ですと。まあ美味しそうですよね。はい、じゃあ今日は以上です。